1番線列車が到着いたします。黄色いベンチブロックからお下がりください。今回は東北新幹線の駅全23駅を降りる旅に出かけます。普段は通過してしまう駅もよく降りる駅も、新幹線ホームの先にどんな街が広がっているのか、実際に一つずつ降りて東京から青森まで縦断します。皆さんおはようございます。シオネルです。現在は朝の5時。本日はこちらキュンパスを使って東北新幹線の駅全23駅すべてに降りてみようと思います。その一つ目がですね、はい、こちら東京駅です。2日間で全部降りるのでちょっと駆け足だったりスケジュールはキツキツなんですが、それぞれの駅の特徴とか何があるのかとかいっぱい見てきます。行ってきます。東京駅八重洲口を出てきました。見渡す限りのビル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 、街のきらめきと絶え間ない人の流れにザ・東京を感じます。東京駅は数々の大企業が集まる日本を代表するビジネス街です。ここはたくさんの鉄道路線が走っていますが、駅前からは全国各地へ向かう高速バスも数多く発着しています。そしてこちらも東京駅。東京駅には見えない東京駅として有名ですが、京葉線の入り口です。上野駅の公園改札を出てきました。上野駅といえば上野公園、博物館、美術館など文化的な顔を持つ駅かなと思います。普段はもう人でごった返している駅。こんなに静かな上野駅は初めて歩きます。ここからはスカイツリーが見えてます。上野駅に来たら一旦これをですね、くぐってもうスレスレ。あちらには京成上野駅がありますが、こちら不忍口を出まして、上野といえばのアメヤ横丁、なかなかにディープな雰囲気です。わ、すごい。ずっと東京に住んでいるんですが、アメ横に初めて来ました。ここは500メートルぐらいあるんですけど、そこをね、400店舗以上ずらーっとお店が並んでいる、そんな場所です。ここは複数路線が乗り入れる巨大ターミナルです。住む場所としても人気ですよね。東口を出てきました。ご飯屋さんとかがいっぱいあって、大きなバスロータリー、タクシーもいます。一つ一つの建物も大きくて発展した都市であるなということが感じられます。駅のすぐ目の前に商店街があって、ご飯屋さんがずらりずらりと並んでいます。すごい。あのドトール初めて見た。昔ながらのアーケード街も多く見られました。住みたい街ランキングでもいつも上位にいるのが大宮かなと思うんですが、カフェ、ご飯、ゲームセンター、あとゴンチャとか若者に人気のお店とか、なにこれは新しいのかな。おしゃれなカフェもあったり、ないものがないという街です。大宮駅は鉄道の街とも言われていて、こちらのニューシャトルに乗って鉄道博物館にも行けます。さあ、ここから東北新幹線に乗車します。まずはやまびこ201号。大宮駅は新幹線がそれぞれの行き先へと分かれていく場所でもあります。ここから東北へ、上越へ、北陸へと旅の行き先が大きく広がっていきます。
小山駅の西口は出てきました。駅自体は大きめなんですが、出てくるとちょっとローカルっぽい雰囲気がある。駅の目の前はロータリーになっていて、シネマロブレ5とタクシーもたくさん止まっていますし、バスの行き来も多いです。すごく綺麗な街並みです。歩道も広くて歩きやすい。先ほどの映画館といい、こちらの美容室といい、味のあるお店が多い。本日は定休日だったのですが、小山市町の駅色彩館というものもあります。この昔ながらの建物がすごく似合う空気感です。なんでだろう。開運の町小山？ここ小山は徳川家康ゆかりの地だそうです。小山市が開運の町と呼ばれる理由はその歴史にあります。1600年、この地で徳川家康が天下の行方を左右する決断を下しました。小山評定と呼ばれるこの会議は関ヶ原の戦い、そして江戸幕府の成立へとつながっていきます。運命を切り開いた場所、それがここ小山です。めっちゃ走ったので疲れました。次が宇都宮駅なので、本当は餃子を食べたいところなんですが、進めば進むほど本数が少なくなるので、行けるうちに進みます。お次は那須の251号に乗車します。那須のは初めて乗ります。そして初めての E2 系、ちょっと興奮しちゃいました。関東の風景の向こうに見える日光連山、そのコントラストが印象的です。5つ目、宇都宮餃子十兵衛がお出迎えしてくれています。冷凍餃子、宇都宮駅西口です。もう絶賛大工事中。駅前はバスがたくさん走ってますね。宇都宮駅西口が繁華街方面になります。もう駅にすごい大きい商業施設がついてるけど、駅の目の前にも大きい商業施設、スーパーも入ってる。宇都宮駅には JR の新幹線3路線、在来線3路線、ライトレール1路線の計7路線が乗り入れています。あれ、なんか前来た時にはなかったモニュメントができている宇都宮。今は東口にいて、もともとは西口が繁華街中心地だったんですけど、ライトレールができたおかげで栄えているような気がします。西東とかなりの輸送力がありますね。街の中をゆっくりと走るライトレール、海外の街並みを思わせるような雰囲気が広がります。宇都宮は大谷石も有名で、街の至る所に使用されていて、この土地の歴史と文化を感じさせてくれます。宮の橋、駅と街をつなぐ大きな玄関口のような存在です。こちらの建物にも大谷石が使われています。すごい色がね違ってたりしておしゃれな石。次は山彦205号に乗車します。
塩原駅に到着しました。個人的にはこの駅から新幹線に乗った感が出てきました。宇都宮までは正直近いし、在来線でも余裕で行けちゃうので、観光に来たという気がしますね。栃木和牛、温泉、とて焼き、アルパカに牛乳まで、那須塩原は魅力がたっぷりありそうです。駅になんか空港のちょっとした待合室みたいなものがあって Wi-Fi も使えます。西口を出てきました。あ、那須塩原市は生乳産出額本州一の町だそうです。なんか駐車場の切符取るところとかも牛模様になってる。全部もうって感じ。観光拠点なのでレンタカー屋さんが目の前にあります。そして我らの味方東横インもなんかめちゃくちゃ大きい鍋があるこれ全然人間3人くらい入れそうな大きさです。源頼朝が行った大規模な狩りの行事、那須の巻狩り。この地には多くの人々が集まり、大きな鍋で食事が振る舞われていたと伝えられています。見てください、かわいい。ポストまで牛になっている。これは牛乳飲んで帰らないと。突然三角屋根が多くなった気がします。社長の持ち物なんです。こちらは社長さんの私物だそうです。お店の外から見えたので気になって入っちゃいました。那須塩原駅駅長室のお隣らへんにですね、那須のラスク屋さんというのがあってちょっと気になったので、今通過中ですね。かなりの地響きがします。ラスクを購入しました。ちゃんと牛乳も購入しました。いただきます。結構さっぱりめ。ホームで飲む牛乳最高だ。車窓の雰囲気もかなり変わってきて緑が増えてきました。新白河駅到着しました。右を見ると迫り来る雄大な山々、雪も積もっててすごい迫力です。そして左には新幹線在来線走ってるんですが、こんなところに競馬場休日はすごいにぎわいなんだろうな。競馬場側は高原出口なんですが、山がすごい綺麗に見えるので高原出口なんだと思うんですけど、東横インとか一般車の乗降場もあったり、やっぱり皆さんここからは車移動という感じなんですね。新白河駅正面出口にやってきました。ご存知の方も多いかなと思うのですが、ここ新白河駅は新幹線駅で唯一村にあります。西郷村。新白河エリアは昔は、白河藩の城下町として栄えていて、エリアの中心にはですね、維新戦争で重要な場所となった小峰城があります。小峰城は白河駅の方なので、そちらに行くバスなどもここから出ています。駅の前には松尾芭蕉の銅像が立っています。奥の細道の旅の中で松尾芭蕉がこの地を訪れたそうです。ここは観光スポットからは少し離れていて、在来線の白河駅の方に行くとお城とか観光地があります。ではお昼ご飯に白河ラーメンというポスターを見つけて気になったので、こちらにお邪魔します。
麺は縮れ中太麺、ちょっと平麺っぽい感じでもちもちとして弾力がありました。スープはあっさり系の醤油スープです。では那須の255号に乗車します。郡山駅に到着しました。すごい大きい駅。郡山駅で出迎えてくれるガクトくんと音符ちゃん。ここ郡山はガクト郡山と呼ばれ、音楽が根付く街として知られています。一気に都会に来た。お、これが郡山名物と言っていいのか、ビッグアイ。ここ郡山はアーティストのグリーンの生誕の地、みんながここに集まって、ここからグリーンが生まれました。なので手形、これがその扉です。葉山の滝は郡山市葉山公園内にある国の登録有形文化財日本遺産の人工の滝です。郡山駅前にはそのモニュメントがあります。ビッグアイの展望台にやってきました。手前には大きなビルや家が密集していて、この街を見守るようにどっしりと構えている山々、抜群の景色です。東北で仙台に次ぐ人口を持つ郡山ですが、その中心にある郡山駅には多くの路線が集まって、旅客だけでなく貨物も行き交う重要な拠点となっています。人と物流が交わるこの場所が東北を支えているんだなと実感します。駅ビルエスパル口にやってきました。商業施設のエスパルに直結しています。 ABC マートが改札から見えるのがちょっと面白いですよね。山彦207号に乗車します。福島駅、もともと絵柄何でしたっけ？なんか新しく上から貼られています。大きい、めっちゃビッグサイズ。福島駅東口を出てきました。なんかめっちゃおしゃれ。今工事中だからか、あそこの一角だけなんかニューヨークみたいな感じ。どうしても展望台からの景色を見たい。地上60メートルからの眺望を楽しんだんですけど、本格的に時間がないです。タイミングよく山形新幹線と東北新幹線の切り離し作業を見ることができました。間に合ったし、ちょうど切り離し見れました。よかった。
10個目になりました。白石蔵王駅に到着です。片倉小十郎と真田幸村歴史秘話の地。へえ。うわー、すごい、スノーモンスターだ。そしてオカマ。これは何だろう。これ和紙、ここの特産品なのかな。白石ウーメンっていうのがご当地フードなのかな。白石城がありますよ。梅子だ、白石。このもう何も書かれていない場所に何があったのかがすごい気になる。もういっぱいなくなっちゃってる。うわー、かっこいい。駅がまず行書で書かれているんですが、その上に山々、蔵王山かな。かわいい。白石城。白石城はここから歩いたら徒歩30分ぐらい。ちょっと私は1時間後の、もう1時間切っちゃってるけど、新幹線に乗らないといけないので、ちょっと街歩きをしようかなと思います。基本的には商業施設とかはなくて、お家が密集しています。めちゃくちゃ行きたいお店を見つけたけど、4時20分頃に戻りますだそうです。こういう街歩きってなんか新しいお店に出会えたりとか、そういうのはもちろん楽しいんですけど、こう歩いてると本当に私が今までに出会ったことのない名字の方がいっぱいいらっしゃるんですよ。そういうのもね、なんかいろんな人生があるんだなって実感できたり、この土地のなんか特徴みたいなものを知れたり、面白いですね。すごい、かやぶき屋根のお家だ。ウーメンのお店とか工場がいっぱいあって、ヨークベニマルって何？私が知ってるのはヨークマートなんですが、駅に戻ってきました。白石の魅力が集まった白石情報館もあります。ただもう時間がないので、山彦137号に乗車します。間に合って本当に良かったです。40分ぐらいほとんど走っていました。仙台に近づくにつれて景色は都会になってきました。仙台駅到着しました。東北最大の都市、仙台の玄関口、仙台駅です。多くの路線が交わるこの駅には人の流れと街の活気が集まっています。もう仙台には何回も来ていて、私の中で仙台名物となっているのがこちら、綺麗に並んだ大量のタクシー。あと緑色のタクシーとかは東京で見ないので、こっちならではの色なのかなとさっきから思っています。
私が今いるところから奥にもその奥にも歩道橋があって、毎回この構造には驚かされるのですが、仙台駅の歩道橋は日本最大級の規模を誇るそうです。このぐるーっと回った歩道橋がやっぱり仙台に来たなって感じがします。下は車、上が歩行者とね、完全に切り離されている感じがします。仙台駅の構内はかなり広く、飲食店やお土産屋さんが充実しています。ここを歩くだけでも仙台らしさを感じることができるお得な駅です。では山彦61号に乗車して安定のずんだシェイクをいただきます。もうさっきすっごい走ったので、いつも以上に美味しく感じます。そして車窓はまたまた都会の景色から田園風景に。古川駅に到着しました。今日はほとんど初下車駅なので楽しい。幸せを呼ぶ大崎吊るし飾りなんか小さな妖精たちが見守ってくれている感じで幸せな玄関ですね。こちら古川駅にダイソーが入っててめちゃくちゃ便利。タクシー乗り場の雰囲気がめちゃくちゃいいですね。今エンジン音を響かせているのは陸東線の列車です。そうだそうだ、ここは有名なお米の笹錦と一目惚れの生まれた場所。そして今いるこちらはですね、なんかおしゃれなので入ってみたのですが、何かは分かりませんなんだろうこれ。古川駅は仙台から在来線だと約1時間かかるところを新幹線だと13分で結んでいるので、新幹線通勤の方がとても多い駅だそうです。駅前には大きなビジネスホテルもあります。街灯がすごいおしゃれなんですよ。しかもこの鐘みたいな、実はスピーカー。これは何の役割？なんかイギリスみたいな赤いテレフォンボックスがあるぞ。これは何？灰皿かな。今は使われてないのかもしれないんですけど、テレフォンボックス、これコードがあるから電話はあったんだろうけど、どういう公衆電話を受けない。街にこんなのあるのすっごいおしゃれじゃないですか。1個2個じゃなくて、あっちにもこっちにもテレフォンボックスが設置してあります。よいしょ。なんか入っていいのかな。町の神社もある。あれ、花壇だった。おしゃれ。古川駅貨物取扱所にやってきました。いっぱい貨物コンテナが置いてあります。ここは貨物コンテナの真横を歩けます。作業の様子もじっくり見れます。昔は JR 貨物古川駅でしたが、現在はトラックでの陸上輸送が行われているそうです。で、貨物取扱所のすぐ隣には高校があります。こちらの高校はいつでも貨物コンテナを見ることができる。栗原観光バスとありますが、本数はねちょっと少ないです。陸東線の本数は少ないのですが、朝と夕方に通勤や通学なので少し増えるみたいです。車体はつるっと平面的で、この側面が緑色で縁取られているのがおしゃれだなと思います。陸東線の線路の目の前に陸上トラックがあります列車の真横でトレーニングをするんだ。なんでこっち側にだけこの壁がついているんだろう。
交通系 IC は鳴子温泉駅のみ使えるんだ。この色分けが結構分かりやすいんですけど、私にとっては盛岡は緑色なのでちょっと間違えそう。栗駒高原駅。なんで東京に帰ってきた？びっくりした。窓がめっちゃ揺れてますよ。ビュンビュン通ってる。駅を降りると結構静かなんですけど、もう目の前にイオンがある。イオンで買い物してからお家に帰れる。そしてうわー、なんだあれ。こちらはモニュメント広場。駅の目の前にあるカリオン公園にやってきました。そしてこちら、大きさはなんと直径10メートル、高さ11メートルもあって、市のシンボルとなっているそうです。栗原大水車。画面に収めるのが難しいくらい大きいです。横から見ても大きい。これ幅も広い。なんか新幹線が着くたびに回ると見たんですが、冬は回っていないのかな。フランスの凱旋門のようにも見えるタワーエポカ21。ここには展望台があります。栗駒山麓ジオパークは駅から車でおよそ40分。いつか行ってみたい場所です。鉱山とかあるんだ。お、栗田。さっきまでは通過線があったんですけど、この駅はないので、はやぶさの通過を最高速度でもう間近に体感することができる激コア楽しみスポットです。14駅目、一ノ関駅。東日本大震災をきっかけにポケモン WithYou という活動が行われていて、一ノ関駅が始発の大船渡線ではピカチュウでいっぱいの列車も走っています。在来線との乗り換えもあり、岩手県内で盛岡駅の次に乗降者数が多い駅。この時の太鼓は江戸時代に太鼓で時を告げることが特別に許された一ノ関藩の歴史を象徴するものです。一ノ関周辺で作られた日本刀の源流である木佐刀が展示されていたり、伊達藩時代から続く餅食文化があったり、歴史が守り続けられている印象です。駅弁屋さんやお土産屋さんもあり、駅はなんだか昔ながらの空気を感じて落ち着きます。駅前にはバス、タクシー乗り場、ビジネスホテルや居酒屋などがあって人も多いです。ポリスじゃなくて警察駅を出ると奥にはピンクに染まった山々。市営のパーキングがあって、利用料金は1時間100円。安い。ご飯屋さんの他にホテルもすごい多いので、ビジネスとか観光の拠点ですね。
歩いて10分ぐらいで一ノ関図書館にやってきました。ここにはじゃーん C58 型蒸気機関車が展示されています。図書館の隣にいるって珍しいですね。こちらの蒸気機関車は大船渡線で走っていまして、大船渡線沿線の産業経済文化の発展に貢献したということで、ここに展示されています。足回りが目の前にある。うわ、大きいな。すごい綺麗。ボランティアの方々が清掃などしてくださっているそうです。もう真っ暗なので本日最後の駅へ向かいます。水沢江差駅到着しました。あれ、さっきと似てるようで違う？お土産屋さんとお蕎麦。ここはあんまり中心地じゃないのかな。ここは田畑の中に作られた在来線との接続がない新幹線単独駅です。東北新幹線開業時にはなかったのですが、西岸駅として建設費の全額負担や駅の用地の無償提供などを全て地元で行うことにより誕生した駅です。駅前はものすごく広いんですが、タクシーと迎えの車と、あとお店はあんまりないのでかなり暗いですね。駅前には日本一サイズのジャンボ鉄瓶、一度に7万5,000人分ものお茶が入れられるサイズです。周辺にはたくさんの鋳物工場が集まって、ここは南部鉄器の町として栄えてきたそうです。駅には観光案内所もあって、これは南部鉄器からかなと思いました。東口は目の前に広大な無料駐車場があります。水沢江差駅ですが、もともとは水沢と江差でそれぞれ別の地名でした。今はどちらも奥州です。そしてこの奥州出身が大谷翔平選手、大谷翔平選手の出身地にやってまいりました。こちらの奥州市伝統産業会館では、大谷翔平選手の実物大の右手と握手できるらしいです。ここは駅付近にホテルがなかったので、お隣の北上駅で宿泊します。北上駅ということで、北上駅到着しました。今日はここで泊まって、また明日再開します。おはようございます。ではここ北上駅から再スタートします。朝6時ぐらいなんですけど、駅前の様子は車が駅まで送りに来てくれたり、ワンちゃんの散歩をしてたり、静かで落ち着いた日常が流れています。駅目の前に居酒屋や病院などがあり、とっても暮らしやすそうです。北上は鬼の文化が根付く鬼の町としても知られています。待合室は床が学校みたいで落ち着いた空気です。
今はかなり広い北上天勝地という公園の中を歩いています。そして公園なのかな、その中にまた公園があって、はい、石つぶて公園です。岩手ということで岩ポケモンですよね。石つぶてとオーガポンが岩手応援ポケモンに選ばれているそうです。かわいいわあ、これ昔やったな。わあ、朝から気持ちいい。そして今言うのもあれなんですけど、この右側は全部桜並木になっていて、春4月10日くらいから桜祭りが始まるってタクシーの運転手さんが言ってました。なんかぬーんとしている。わあ、なんか目がかっぴらいているようにも見えますが、かっこいい。ラッセルだ。これは力強く雪を除雪してくれそうですね。あ、これは盛岡駅に常備されていたんですね。やっぱもうこの大きさ、あとこの板が1枚バーッとなっているのも迫力があります。お腕毛式もある。ありゃ、機械式腕毛信号機、北上信号通信区。おー、じゃーん。そしてこちらが C58 型蒸気機関車です。なんかすごく黒色がマットな気がする。北上景観資産だそうです。どこを見ても景色が綺麗で落ち着きます。わあ、すごい。わあ、めっちゃいい景色だ。私が撮ってるの気づいた？伝統的な民族芸能鬼剣舞のレリーフ、力強さが感じられます。なんか背負ってる。今度は角が伸びたのかと思った。では山彦97号に乗ってお次の駅へ向かいます。新花巻駅に到着しました。新花巻駅の駅舎は銀河鉄道の夜がモチーフになっています。コンコースの天井には独特な鏡のドームが広がっています。新花巻駅西口を出てきました。駅前が広いです。そして花巻が宮沢賢治さんの出身地ということで、宮沢賢治さんの作品とかのオマージュというのかな、そういうものがいろいろこの街にはあります。これは銀河鉄道の夜ですね。
奥に新花巻駅があって、ここは釜石線の線路です。よいしょ。急ぎ足で、17分ぐらい宮沢賢治のドア村に到着しました。貨車が置かれてる。白鳥の停車場。左に行けば銀河ステーション、右に行けばわしの停車場です。タクシー乗り場あるんですが、常駐してるわけではなさそうです。ここまで来る間にもフクロウを見たのですが、宮沢賢治さんの作品にフクロウが何度も登場していて、花巻市のシンボルの鳥にもなっています。これが見に来たかったんです。銀河トレイン。この初代銀河トレインは岩手菓子博で活躍した後、花巻市に寄贈され、道和村で運行されていました。現在は2代目にバトンタッチされています。星座が描かれてあってすごい可愛い。駅までのバスも少ないですがあります。今回私は次の新幹線まで時間がないので、急ぎ足でというかほぼ走って駅に向かいます。新花巻駅周辺は12の温泉地からなる花巻温泉郷として人気なので、温泉ののれんがかかっています。もう温泉のいい匂いがしてきそうです。盛岡に近づくにつれて圧倒的な存在感を放っているのは岩手山です。宮沢賢治さんもこの山を多くの詩に読んでいるそうです。盛岡駅に到着しました。言わずもがな大きい駅。駅構内ではマルシェが開かれていたり、お土産屋さん、ご飯屋さんなども揃っています。今回は美しい川、山、そして盛岡駅を一度に見れるスポットに行きます。まさかのこんな駅地下にも熊が出るんだ。川がすごく青い。穏やかな北上川の流れの先にどっしりと構える岩手山。日常の中でこんな景色に出会えるのは贅沢ですよね。次ははやぶさ3号。次は岩手沼区内に車内はデッキ、トイレを含めまして19個目、岩手沼区内駅に到着しました。駅の外を見てみるとすぐに住宅街という感じですね。で、こちら下を走っていますのは岩手銀河鉄道 IGR です。ここの駅は東北新幹線の駅の中で一番利用者数が少ないみたいです。こんな感じでですね、ほとんどの、新幹線通過していて、ここの駅は2時間に1本ぐらいしか走ってないんですね、新幹線で。東北新幹線のみならず JR 東日本の新幹線駅の中でも最も利用者数が少ないとのことで、来るのもなかなか大変ですが、出るのもなかなか大変です。現在10時5分ですが、次に来るのは11時38分。その次がまた2時間空きまして13時49分です。駅はすっごく綺麗。
駅東口、目の前は山、そして駐車場オンリーです。何の工場だろう。あ、でも木材だ。こんな精米屋さん初めて見ました。これは何？大きいスーパーがあったり、あとは薬局があったり、完全に生活圏に新幹線駅がある感じです。おしゃれなパン屋さんを見つけたのでやってみました。こちらオランジェ購入したので後で食べます。なんかこの道に岩手県って県名書いてあるの初めて見ました。駅のすぐ横には郵便局とあと交流館もあるんで、この駅を中心にやっぱり皆さん暮らしているのかな。岩手沼区内駅、ミュージックステーションみたいな階段があるんですが、これは今老朽化で使用できないそうです。こっちから、そして横に岩手銀河鉄道 IGR のマークもありますね。また北上するんですけど、次までまだ時間があって、せっかくなので、岩手銀河鉄道線に乗ります。跨線橋の雰囲気がいい。IGR 岩手銀河鉄道は東北新幹線の延伸に伴って誕生した第3セクターの路線です。かつての東北本線を引き継いで今も地域の足として走り続けています。まっすぐに伸びる線路の先に田園風景と岩手山、岩手らしい景色の中を列車は進んでいきます。盛岡駅に戻ってきました。さっき岩手沼区内駅で買ったパンを食べます。これがオレンジがしっかり入っていて、パンももちもちですごく美味しかったです。二戸駅に到着しました。こちらは多分いい色系カラーの兜ですね。ここから JR 久慈行きのバスが出てる。久慈駅行き。在来線と新幹線ホームが同じく地上階にある二戸駅。駅前はすっごく整備されていてですね、あそこに洗車場がある。すっごく整備されていてめっちゃ綺麗です。こんなものもある。二戸、なんかちょっとした公園になってて、ここで日向ぼっことかしたらすっごく気持ちよさそう。なんだかこの町は山がすごい近くて、山に囲まれているような気がします。すっごいなんか道も広くて、岩手といえばのお店に行きたかったので、ちょっとそこを目指しています。着いた。南部せんべい岩手屋さん。
ガビーン。気持ちいい。最高だ。この駅前の通路に融雪っていう文字があるんですけど、この通路がなんか融雪装置付きという感じですか？あったかくなるみたいな、そういうことかな。ちょっと歩くとやっぱり時間はかかってしまうんですけど、お城の跡とか、あとは二戸市を綺麗に見渡せる展望台とかもあります。うわー、これ行ってみたい。マニャーっと物流センターという盛りだくさんの場所。うわ、また IGR に乗って八戸まで行きます。この両方使いがめちゃくちゃ便利。また IGR 岩手銀河鉄道に乗って八戸駅に到着しました。駅に学習塾がある。お弁当とかご飯物が置いてあるところもありますね。八戸駅には出汁が多く置かれていたのですが、これは八戸三社大祭の出汁です。300年以上の歴史があるお祭りで、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。駅前のダイニングには美味しそうなものがたくさんありました。こちらはちょっとプーさんの雰囲気を感じる八戸駅東口のロータリーにある一位の木です。樹齢は150年ほどで市民の木にもなっています。街と人を見守っている力強い存在なんだなっていうことが見て伝わってきました。海の街八戸らしい駅前にはマーメイドもいました。カフェ、お土産屋さん、ご飯屋さん、バスロータリーにホテル、タクシー乗り場。街の中心地がこの八戸駅というわけではないんですけど、かなり充実しています。八戸駅は新幹線や在来線、あと青い森鉄道が乗り入れる駅です。海猫ロードという通路を中心に使いやすくまとまっています。先ほどの出汁以外にも駅の中には地域の展示が充実していて、この土地の文化に早速触れることができました。八戸駅からちょっと足を伸ばすとこんなにいっぱいスポットがあります。西口に出てきたんですが、自家用車用降り場、そして高速バスロータリー、かなり駅前が開けていてですね、奥にあるこのフラット八戸かな、こちらは B リーグとかアイススケートショーとかスポーツの複合施設だそうです。あら、こっちにはトランポリンパークだって、珍しい。反対側は繁華街っぽかったのですが、こっち側は居住エリアなのかな。あ、なるほど、ホテルの送迎バスとかもここにいっぱい来るんだ。八戸に来たよ。人気と聞いた三沢八戸弁当。八戸といえばの仲良し。まず最初にイカが来るんですけど、その後チーズと合わさってめちゃくちゃ美味しいです。それでははやぶさ19号に乗車します。はやぶさは全車指定席ですが、特例で空いている席に座ることができます。
やばい、初めて H5 系にあった。ちょっとどうしよう。JR 北海道所有者の H5 系に乗って出発です。普段よく見るのは E5 系で JR 東日本に所属しています。帯の色が違っていて E5 はツツジピンクに対して H5 系はサイカパープル、ラベンダーやライラックなどを想起させる色が使用されています。ロゴも異なるので似てはいるのですが見分けはつきやすいかなと思います。そして車内にも違いがあって北海道らしく雪の結晶が床に散りばめられていたりします。ちょっと今回は一駅だけの乗車だったので残念なのですがまたゆっくり乗車したいです。22個目、七戸十和田駅に到着しました。まさかの H5 系でめちゃめちゃ嬉しかった。次は2時間後16時27分発の新函館北斗行きです。初めて見た。いや、おかしいなと思ったんですよ、時間が。すごっ。自分じゃなくてちゃんと通過する列車だけ取っとけばよかった。願い叶う絵馬の町。二つ森貝塚ってここにあるんだ。車で15分くらい。もう新青森が近いですが、ここもかなり雪が積もる。木が倒れないように保護されています。観光交流センターもある。カフェとかお土産屋さんもある。こちらが七戸十和田駅。波打つような曲線のデザインが美しいなと思います。駅前はロータリーになっていて、奥にはイオン、コミュニティバスも少し出ています。どの駅もそうなんですけど、レンタカー屋さんはマストでついているのかな。そして青森といえばのこの景色です。何かと言いますと、こちらのポール、もう雪が積もってどこが道だかもわからなくなってしまうということで、コンクリートブロックにぶつかってしまわないように道をちゃんと示してくれるポール。これよりも高く積もっちゃったらもう大変です。道もすごい幅広いんですけど、これはもしかしたら雪が積もったら一方通行とかになってるのかもしれない。前回青森行った時そうだったので。今パッと右を見たらですね、見えているのは多分あれ八甲田山だと思います。道の駅がありました。すごい駅近。寄ってみよう。干し餅を買ってみました。寒い地域でよく作られる伝統的な保存食です。青森県はニンニクの生産量が日本一。その中でもここ七戸が一番生産量が多いそうです。さあ、それではいよいよ次がラストの駅です。ついに最後の駅、23駅目、新青森駅到着しました。新青森、1本で来ると3時間半ぐらいですが、私は東京からですね、岩手銀河鉄道を抜いて新幹線で10分ずつ一駅一駅進んできたので、なんだか変な感覚です。新青森とい
ビエバのねぶたの展示、いや何回見てもこの色と迫力がすごい。駅前には蕎麦屋さんもありますし、駅弁も売っています。駅前はこんな感じ。まだ雪は残ってますが全然ない。ここはバスとタクシーの乗り場。新青森駅は東北新幹線の終点で、本州の最北に位置する新幹線駅です。新青森駅はもちろんホテルとかもあるんですけど、基本的にはここから在来線に乗り換えて青森駅に行って、そこで観光するっていうのが通常なんですね。帰りの新幹線まで時間があるのでちょっと観光しよう。でもうそのまんまリンゴ食べてるみたい。トウモロコシ、めっちゃ好き。新青森駅1階の青森春みかん、お土産からグルメまで青森の魅力がぎゅっと詰まっています。新幹線でよく来たねし。ようこそ青森へ。東口を出てきました。こっちは自家用車がたくさん置けるスペースがあって、在来線のすぐ横です。ここからお見送りできる。ということで今回はキュンパスを使って1泊2日東北新幹線全23駅を降りてきました。駅の雰囲気がそれぞれ違ったり、似ているような駅でも街の特色の違いに驚いたり、東京から青森まで23個の小旅行を楽しめる、とても充実した旅となりました。では最後に、もし今回の移動でキュンパスを使っていなかったらいくらになっていたかというと、52,445円。今回使ったキュンパスの2日間券は18,000円なので、34,445円もお得に東京から新青森まで行って帰ってきて、しかも途中駅も全部降りられたことになります。もうこんなお得な切符使わない手はないですよね。一個一個の駅を降りるってやってみたかったんですけど、やっぱりお得な切符がないとなかなか難しいところがあって、今回キュンパスのおかげで挑戦することができました。また来年も発売されたらいいなと思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、よかったらチェックしてみてください。またねー。